大体落ち着きましたでしょうかね、移動の方。そしたら教皇様もせっかくですので、何のプログラムか分かるように、教皇様にも入っていただきましょう。いらっしゃいました。気をつけてください。教皇様をぶつけないように。段の上で画面に当たらないところあたりで、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ、それでは少し時間が押してしまいましたですけれども、創立記念プログラム、このローマ教皇フランシスコ来航5周年記念、教皇のメッセージをどのように歩むかというテーマで、プログラムを開始したいと思います。皆さん、よくぞ対面でここまで集まっていただきいい子です。偉いです。いや、集まって、ウェビナーで参加してくださっている皆さんも姿勢を正して聞いてください。冗談です。それでは今日司会させていただきます、カトリックイエス会センター、それから SFDP 推進室の山内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、2019年11月26日にローマ教皇が本校来校して5周年となります。実はその時、私も上智学院で働いておりませんでしたので、その時の状況全体をよく知りません。また多くの学生や教職員の方の中にもですね、この時の出来事っていうのをご存じない方も増えてきているかと思います。改めて教皇フランシスコはこのどのようなメッセージを本校に残されたのかを登壇者の皆さんと共に振り返り、我々もみんなで再確認をしていく、そんな時間にできればなと思っております。それではまず最初にアガスティン・サリ理事長よりご挨拶をいただきたいと思います。サリ理事長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。理事長のサリーです。今、このプログラム始まって最初の方は、私には2つの役割があると言われていますので、最初の役割を3、4分ぐらいで果たしてから、2つ目の役割に入ります。つまり、このプログラム、創立記念行事全体のこの5つのプログラムの最初に、役員からあるいは役職の方から、この皆さんに対する挨拶ということが第一の役割です。そういう、各プログラムにありますけれども、私はこのプログラムの最初の冒頭の挨拶というふうになっていますので、その部分です。その意味では皆様創立記念、日おめでとうございます。111年目です。私たちは今の、このお祝いするだけじゃなくてこの担い手でもあるわけですから、そしてこの記念行事に参加いただきまして誠にありがとうございます。上智学院を代表して皆様の日頃のご尽力によって上智の教育、研究、社会貢献というミッションが行われていることを心から感謝いたします。ありがとうございます。おかげさまで、創立111周年を一緒に祝う今の上智大学は、保証人や社会からの高い評価をいただいているのです。また、先人たちのおかげで、今日まで成長することができました。長い歴史の中で、多くの先哲の築いた伝統、価値観を受け継ぎながら、新たな時代へ進んでいくのです。今日は特別な方法で25周年、25年、15年の永年勤続の教職員を表彰し、その象徴的な表現をいたしました。今日はこの記念行事を通して、1、教職員が先哲に感謝を捧げ、見学の精神への思いを起こし、2、参加型コミュニケーション活性化を継続して、上智の理解、帰属意識、教職員同士の総合の理解を促し、学院一層の発展に向けて、本学のミッションを再確認することを目的としています。創立記念行事の全体的なテーマは、
互いに互いを知る、常知を語る、未来を考えるということになっています。特にこのプログラムは、常知を語りながら互いに知り合い、未来を考えるということができるプログラムと私は位置づけています。ここに参加している皆様、この中で一番いいプログラムだと思ってください。最後に、創立記念行事に関わるこの準備している実行委員会、特にこのプログラムを提案し実行している実行委員会、関係者にも御礼を申し上げます。ありがとうございます。ここまで第一の部分でした。そしてこのプログラム自体の登壇者になっているんです。今から登壇者として私の方から、少し軽く思い出を語りながら、このプログラムの位置づけと私が思っていることをこう話し、そして他の登壇者もそれなりに話をしていくということになりますので、登壇者としての挨拶よりも、本プログラムのテーマは、ローマ教皇フランシスコ来航5周年記念というふうになっていますので、思い起こすと5年前だった。その間にはコロナであったり、いろんなことがあったけれども、あっという間に5年経ったというか、いや、まだその気持ちはまだまだその温かいものとして残っているんじゃないかということも感じます。私の方で、2019年11月26日の教皇フランシスコの来航に至る背景や私の経験を踏まえて少し裏話をしようかなと思いました。その裏話にはちょっと前に戻ってですね、2017年、そして実は2013年まで私の記憶は戻ります。特に、一番印象深い私の経験が2013年にありました。これはですね、2013年は上智の創立100周年のお祝いとして、上智のルーツをたどる旅というものを5回にわたって行いました。で、最後の旅は2013年に行いました。で、その旅は、スペインとローマに行くということになって、私はその時はカトリックイエズ会センターの、その時カトリックセンターのセンター長という立場で、企画していました。で、卒業生50人、現役学生50人と100周年だから100人を連れてルーツをたどる旅をするという計画だったわけ。その旅の最後ですから、結果的には80名、40、40程度だったけれども、一緒に80名を連れてスペイン、ローマに行くことになっていて、この3月の計画をして、その時の教皇は実は教皇ベネディクトだったわけです。教皇ベネディクトに謁見することは、このプログラムの大事な一つになっていました。ところが、そのしばらく前に、急に教皇が、辞任いたしまして、それで我々が計画したことはできなくなった。どうしようかと悩んで迷ったんだけども、工房の中にはこれが目玉になっているわけですから、どうしようかと思ったんですけども、結局は実行することになって、その日は自由にしておきました。これはもう10月あたり11月あたりの話ですけども、そして3月13日に教皇の謁見の日なんです。その日にその日は自由にしておきましょう。ローマでフラフラして皆さんが遊ぶ日にしましょうということにしました。それは計画が進んでいく中で、結果的には、いろいろ動きがあって、コンクラーベという教皇を選ぶ行事が、2日前に始まりました。12日に始まったんです。で、12日に投票が行われて、その時我々がもうローマについている、スペインからローマに来てローマについているんだけども、教職員と学生と、卒業生含めた皆さんが、これはもうどうなるかどうなるかというワクワクするような気持ちの日だったんですけども、12日はせっかくローマにいるわけだから、コンクラベの
経験というのは何かというと、サンピエトロ広場に多くの人が夕方に集まって、その、煙が出るのを見るということになっていますが、これはもうその二度とない経験ですから行きましょうということで、12日の夕方、もうみんなで計画を変えて広場に行きました。1日目だったわけ。そしたら、黒い煙を見て帰りました。つまり教皇が選ばれなかったという。2日目も同じように行くというのは我々の計画を全部変えるか、いつ選ばれるか分からないということもあって、まあ2日目はまあ卒業生と一緒に食事しようということにしまして行かなかったんだけども、ところがバスの中で食事を終わって帰るバスの中で、バチカンからの鐘が鳴るのを聞こえて、ああもう選ばれたということを分かって、ホテルに着いたら私は学生10人ぐらいと一緒にホテルからバチカンまで走ったんです。そしたらもう全て終わっていまして、そのうちには情報が入って、新しい教皇はイエス・カイ氏から選ばれていると、イエス・カイ氏が選ばれているということを分かって、この人はもう名前はフランシスコになっているということで、どういうフランシスコかとかいろんなことをもう考えながら、広場に行きました。広場に行ったら、教皇の記事が載った新聞を売っている人しかいなかったというのが経験の人です。まあ、それでもそこに行ってその経験をしたことは学生とその時一緒にいた10人の学生と一緒に今でも思い起こす一つの経験だった。まあ、この後はいろいろな行事があって2017年に、まあ、その後教皇を何とかして、上智学院に連れてこようと、企画を考えました。その企画の裏にはアイドル先生がいました。どうしたかというと教え子であるアイドル先生がもう上智大学にいるわけですから、何とかしてこれを利用しようということを企んだというのがあります。その結果は、まあ、なかなか連れてくる、我々だけで連れてくることは難しいけれども、結果的にオンラインでのプログラムを初めて、教皇様が直接、まあ、ライブでオンラインで学生と語るということの経験を世界的に考えても初めてだったわけです。これはアイドル先生のもう、まあ、関係性、一つだけども、まあ、企画は裏で2人でやりましたということ。これは17年の、オンラインでの教皇様との対話の話。次はもう日本に来ることが分かった時の動きです。実は私はその時総務担当理事になっています。総務担当理事としては、日本に来るということであればぜひ上智にも連れて行きたいということを考えて、その企画が動いている中で、まあ、これは日本の政府と、司教団の事務局、その受け入れの担当事務局がもう全て考えていくわけですけれども、我々は入っていないし入れてもくれなかったというのは正直な話、気持ちですけれども、しかしその時に手紙を書いて、日本に来る時はぜひ上智に来るように企画に入れてくださいと言って、司教団に手紙を私を書いて、理事長の名前で送りました。それで全く返事はなかったんですけれども、その年の2019年の7月になるといきなり司教団から声がかかって、教皇様がその計画を立てていた中でですね、上智に行くとかいう計画がないことを見た教皇様が、私の仲間にいつ会うんですかと聞いた。それだけです。自分の仲間にいつ会うかで、仲間というのはカンパニオンというのは、まあ、イエス会の人々も含めた仲間だというふうにみんな分かっているので、すぐに声がかかって、その計画に入れたいという話があって、その時からもうずっとその計画を考えながら、そして、文科省から文科省じゃない、外務省からの人、そしてバチカンからの人、そして、実行委員会の、司教団の事務局から、そういう3つの部署というか関係者とやり取りをやりながら、長くならないようにということだったら、まあ、短くするんだけども、やり取りをやりながら、この、計画をしてきたというのがあります。
当日の朝、私が今までは誰にも話してないようなことを一つ話して終わりにしたいと思います。当日の朝ですね。実際にはいろんな動きがあったことは、今からの話もあるかもしれないけれども、朝6時15分に私に、たまたまその時の関係者に、バチカン大使はインド出身、ケララ出身、私の出身の地方の出身者だったので、すごい仲良くいろんな企画に関わってましたけれども、朝電話で、話をするような仲間だったので、電話がかかってきて、実はその日の7時半に SJ ハウスに来るような計画が進んでいますが、SJ ハウスに7時半だけども、その前に6時半に、その、バチカン大使館の前で多くの人に謁見の時間を取っています。外部の人が入ってきて、教皇との謁見が計画されていますが、その日の5時半に教皇様がもう服を着替えて、外に出て庭を見ながらいつ SJ ハウスに行くのかという聞くんだって、5時半に5時半というか6時15分ですけども、でバチカン大使から電話があって、こういう状況だけどどうしましょうかという、いやどうしましょうって言っても6時半からの計画を進めてそのまま計画通りに来てください、我々も準備できていないということを言って、そういう話があった。つまりですね、教皇フランシスコは日本来日した時の、自分が早く行きたいと思った一つの場所は上智大学の中、大学キャンパスの中、そして、SJ ハウス、そして教え子であるアイデル先生も含めた、3名のアルゼンチンからの神父に会いたいという気持ちは強かったんじゃないかと。だから5時半からもう起きて待っていたというぐらいの話でした。私はここで止めます。サリー先生、ありがとうございました。最初5分ぐらいの小さな挨拶かと思っていたんですが、思わずいろんな話が続いていきまして、故郷校選出前の話からいろいろ伺うことができましたが、ちょっと後の時間が少し変更になるかも分かりませんが、行きたいと思います。で、このご挨拶を受けてですね、この教皇どんなふうにこの学校に来たのか、ちょっとみんなで思い起こすためにカトリックセンターで働いてくれている達崎さんがですね、すごい頑張ってですね、動画を作ってくれましたんで、ちょっとみんなでこの様子、短い動画ですけれども、みんなでちょっと見たいと思います。La Sofía University ha estado siempre marcada por una identidad humanista, cristiana, internacional.
スライドの中のいくつかの写真は、上智大学のこの一般の教職員の方は見れなかった修道院の中でミサをされてた教皇様の姿なども含まれていらっしゃいました。さて、本当このヨハネ・パウロ2世、そして教皇フランシスコと、この2人も教皇がですね、大学を、一つの大学を訪れる。これは少なくとも日本では他にはないわけですけれども、私たちそれぞれ上智大学で、それぞれの立場で研究や教育、また業務に忙しく働いているわけですけれども、今日この創立記念日にこうやってみんなで集まり、一度立ち止まってローマカトリック教会から、教皇フランシスコから、または世界から私たちが何を期待されているのか、上智大学のミッションとアイデンティティを振り返る機会になればということなんですが、この5年前、それぞれの立場でどういう出会いがあって、そしてその時どのようにメッセージを受け取り、そしてそれをこの5年間どうやって歩んできたのか、選ぶのが大変難しかったんですけれども、このサリー神父様を含めまして5名の登壇者、パネリストの皆さんに来ていただきました。そして皆さんにそれぞれこの5年前の出来事、体験を分かち合っていただきたいと思います。皆さんから見まして、右側の方からこの音楽の学生でもあります森永エリカさん、そしてお隣が本アイダル神父様、さらにお隣が片山春日先生、そして照道学長先生、そしてサリ理事長先生をこのパネリストとしてお招きしております。それでは最初に森永さんの方から皆さんに少しこの体験を分かち合っていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。前のボタンを押していただいて。はい。すいません。ご紹介いただきました。上智大学神学研究科博士後期課程で勉強しています。森永エリカと申します。本日は教皇フランシスコの来日5年記念ということで、あの時上智大学の学部3年生として在学していたことを、あと今年の6月に教皇フランシスコがアジアの若者と対話するという企画の中で参加させていただいたので、その経験を基づいてお話しする機会をいただきました。まずその当時の状況についてお話しして、その後教皇フランシスコが話されたことで私が影響を受けたことについて話したいと思います。当時の上智大学の雰囲気を思い返してみると、その大学内とあと青年の集いにも参加したんですけど、すごく熱狂的な雰囲気で溢れていたと思います。その上智の大学での集まりでは当日混むと思っていたので、最前列で出待ちをするために友人たちとその校門に朝の何時に集合しようと時間を合わせたりして決めていたんですが、その当日は日本の学生だけでなく留学生もすごく予想以上に来ていたので、私たちが集合を決めた時間よりも前からも列ができていて、なので予想以上の学生が集まっていたのを覚えています。また神学部やクリスチャンの学生が多いのかなと思っていたんですけども、出待ち中に周りの人たちの話を聞いていると、他の学生はよくわからないけどすごい人が来るらしいみたいな感じで集まっている人たちもたくさんいたので、本当に影響力があって、全く知らない人からも関心度が高い存在なんだなって改めてあの時感じました。でメインストリートで待機している時はすごい寒かったんですけど、その教皇フランシスコがどこから出てくるのかいつ出てくるのかを知らされていなかったので、スーツを着ている人たちがちょっとメインストリートを通る時にみんなもう騒ぎ始めて歌を歌ったりとかしていたんですけど、その大学の講話の後ではテレビや新聞の記者からインタビューを受けている学生や、あと泣きながら話している学生もいたりして、すごい
いつもの大学が全然上智じゃないみたいなライブ会場のような雰囲気があったのを思い出します。で、他の友達にも聞いてみたんですけど、クリスチャンがいない少ない日本でもこんなにたくさんの人が教皇にフランシスコに興味を持っているんだとか、あと宗教は違うけれども彼の来日ですごいエネルギーをもらったっていうお話、あとは教皇フランシスコの手がプニプニしていたとか、直接触れた方たちのお話も聞けました。で、そして教皇フランシスコが話されたことで、当時そして今でも私に影響を与えているのは、私という存在、人間のアイデンティティを大事にすることが今の若者にはとても大事であるってことでした。で、これは青年の集いですごく覚えていたことなんですけど、登壇者となった数名の方たちが、その青年と関わる先生たち、その問題として神が中心になくて人よりも生産性に意義を見出す社会を問題視している先生、あといじめを受けた学生や、あと他者と比較して劣等感を感じてしまう現代若者がそういう問題を持っているということを青年の方、他の方々が問題提起してくださった中で、こういう応答を教皇フランシスコがなさいました。で、この話を考慮した上で、教皇フランシスコは、若い人が注意すべきことは、若者の今の孤独や、孤独な若者を脅かすイデオロギーの支配、私たちを取り囲む技術主義や競争社会などが中心の現在、またその恩恵で簡単にいいものが手に入り、物質的には満足している状況がすぐ近くにあることで、この環境にただ支配されるだけでは、またその簡単に手に入るものに満足するだけでは、自分の価値観や信念を若者は見失ってしまう危険があるから、それに気をつけるために自分のアイデンティティを深めて大事にしてくださいという話をしていました。そのため、教皇フランシスコは、このような状況下で内的生活が貧しい空っぽな人間にならないように、自分を知ることの中でも、それ特に他者を中心に知るようにしなさいとおっしゃっていました。で、このことは今年の6月に行われた青年と教皇フランシスコとの対話の中でも同じようにメッセージとしておっしゃっていました。で、その自分を見失うために自分のアイデンティティを大事にして自らをよく知り、自分を確固たる自分を持つことが重要だとおっしゃっていたんですが、そのために他者を中心に自分を深めるには、私が何で生きているのかとか、私が今生きている意味は何かと問うだけでは不十分で、誰のために生きているのか、そして私はその人のために何ができるのかと問い続けることで、自分を深めて、今の霊的貧困における若者の使命は、そういった形で自分を大事にして自分をちゃんと持って今の状況に意見できるようにすることだとおっしゃっていました。で、このように自分を見失わないために自分を知ること、そしてそれは誰のために生きているのかと他者を中心に置きながら深めて知らなければいけないということが私に響いたのは、当時その進学部で他の学問とは少し異なる勉強をしていて葛藤を覚えることがあったからです。進学部での学びはとても恵まれた環境で、教皇が進めるように深いことを学ぶことができ、充実していると思っている傍らで、頻繁に進学を勉強して何の役に立つのか、何の意味があるのかとか、仕事が見つけられるのかとか、その質問自体は嫌味があるわけではないんですけれども、やっぱり聞かれている側とすれば、私が今充実していると思っている学びや、それを選んだ自分、それに価値を見出している自分の意見などが特に意味のないものとして思われているのかなと思って、その自分に自信をなくしてしま
る時もあったので、そういった時に教皇フランシスコがまず自分が大事にしていることを大事にするために自分を深めて、でそれは他者を中心に何のために相手に何ができるのかを深めなさいという言葉がとても私に影響を与えました。そうですね。そのため、このアイデンティティを大事にしようっていう教皇フランシスコの言葉がとても重要だったんじゃないかなと私は思っています。以上です。ありがとうございます。森永さん、ありがとうございます。大変大切なメッセージをありがとうございます。自分を見失ってばかりのおじさん、反省いたしました。さて、先ほどから何回もお名前が出ていますが、教皇フランシスコの、教え子でもあるホアン・アイダル神父様、お願いしてもよろしいでしょうか。お願いいたします。はい、おはようございます。アイダルと申します。神学部で教えています。私はアルゼンチン人で、そしてイエス会に書いた時には、ちょうど、今の教皇、あの時は普通の、神父さんだったんですけども、私たち勉強している、司祭になるために勉強している、若者たちの責任者だったので、その意味での教え子ですけれども、それはプラスとマイナスでも、あります。プラスのは確かにいろんな、時々人が知らないことをしているとか、でマイナスは、私が話して、人は大体信じてくれるということで、時々教皇はかわいそうなと思います。私の考え方と、教皇の考え方一緒になって、今、そういうふうに見られているので、ちょっと気をつけて話します。一つ、考えていたのは、教皇が日本に来て伝えようとしたことです。で、教皇に選ばれた時に、一つ言っていたのは、私は多分たくさんの旅行はしません。で、年も年ですし、で、多分そんなに時間がないと。行くんでしたら、本当に必要とされている、ところだけに行きますと。で、教皇フランシスコが、いろんな、結構、何年も教皇やっているんですけども、いろんな旅行をやっているんですけども、考えてみれば、行くところは、全部共通点があって、何かの問題があるところです。で、当たり前といえばそうでもないというのは、教皇によって違って、例えばある教皇が、例えばカトリックの多い国に行って、そのカトリックを励ますのが目的とか、ただ教皇フランシスコは、カトリックが多いか少ないかを別にして、何か問題があって自分が少し役に立てると思っているところに行きます。ただそうであれば、一つ考えさせられるのは、日本の訪問です。で、教皇フランシスコが日本に来る前に、メディアがいろんなことを推測していて、多分日本に来てこのようなメッセージを伝えるだろうとか、メディアがよくやること、このために日本に来るみたいなことを言っていたんですけども、そこによく出ていたのは、教皇フランシスコは今、平和である日本、しかも長崎、広島、そのような、大変な体験した日本から全世界に平和を訴えるために日本に来ると。私は最初からどうかなと思っていたんですけども、で、一つね、教皇フランシスコがある、ところに行くときに何しに行くとか言いたいことを知るための一つの、ヒントになるのは、その来るとき、また帰るときの飛行機の中で言うことです。大体そのようなはっきりしたことは飛行機の中で言うんですけども、日本に来る前、そのうち日本に来るその飛行機の中で言っていたのは、一つは
日本そのものじゃないんですけども、言っていたのは、今の社会は、テクノロジーと経済的な成長にハイジャックされた社会であると。面白い表現ですけれども、ある意味で私たちは行きたくないところに連れて行かれているようなことです。で、もう一つそこで言っていたのは、私たちはこのような成功とか狭い意味での成長を中心とした社会から世話する社会、そのような社会に移らなければなりません。考えてみれば、教皇が最も強調している、メッセージ、教皇になってからずっとそのことばかりを言っています。で、日本を訪れた時に、必ずその旅行の何かタイトルみたいのがあって、すべての命を大事にしましょうとか、だからケアとか、しかも教皇がケアと言った時には、そのような誤解がないために、いつも言うのは、最も小さい人々、その人たちを私たちは社会の中心に置かなければなりません。で、上智大学へのメッセージを読むと、それは中心だと私は感じます。一つの言葉だけピックアップしたんですけれども、さっきのスライドにも出ていたので、嬉しかったんですけども、こう書いてあるんです。あまりにも競争と技術革新にフォーカスけられた社会において、この大学は単に知的教育の場であるだけでなく、より良い社会と希望にあふれた未来を形成していくための場となるべきです。それをメッセージ、考えてみれば多くの人たちは日本について持っているイメージは、経済的に恵まれた国、そして技術に恵まれた国。で、それを、だからその私たちは持っているものは何のためにあるかとか、私たちは連れて行きたくないところに連れて行かれないために、何をすればよいか、そのメッセージを伝えるために、日本に来たかなと思います。で、帰りの飛行機では言っていたのは、この2つのものの見方、自分が人のために生きる、しかも最も小さい人々のために生きるか、あるいは成功するために、その意味での世界が考える成長のために生きるか、この2つのものの見方の間には、妥協は不可能だと言っているんです。で、今の社会の一つの問題は、なんとなく少し化粧すればなんとかなるみたいな、私たちは成功、成長、お金のために生きていて、そこに少し化粧すればなんとかなるといういや、ならないんです。すなわち人のために生きるか、その意味での社会が求めている成功のために生きるか、その2つの間に大きな違いがあって、私たちが選ぶこと、考えること、やること、すべてに影響を与えます。はい、以上です。でも、清水様、ありがとうございました。また、多分この後、会場からの質疑応答のところでも、もう少しいろいろと突っ込んだ質問も出るかもしれないなと思いました。よろしくお願いいたします。続きまして、片山先生、自己紹介、そして、先生の体験をシェアしていただけますでしょうか。お願いいたします。はい、皆様こんにちは。片山春日と申します。神学部なんですが、もともとは1977年に入学いたしました。フランス文学科を卒業したソフィアンです。ですからいつも小声で、神学部で隅っこ暮らしをしている文学者ですっていうふうにお伝えすることもありますが、ちょっと年がバレてしまいましたね。
で、今、森永さんと、相田先生のお話に続いて、私は、私なりに、私は、フランシスコは存じ上げていないので、で、メイス島でもですね、ずっと朝早くからいたんですけど、学生を前にこう押し出して、私はこう遠くの方で、ちょっと頭の上が見えるかなぐらいの感じでしたので、あまりその思い出をお話しできないんですが、ただその熱気はですね、確かに今も心に残っています。で、今、特にこの教皇フランシスコのスピーチをもう一度読み返してみて、で、改めて今心に響いたことを皆さんに分かち合わせていただきたいと思います。で、この中で教皇はやはり最初の方に出てくるんですけれど、ソフィアというこの上智の光明にやはり言及されて、で、人間っていうのはいつも真のソフィア、真の英知なるものを常に必要としてきたと、言われました。で、その後に今ナイナル先生が特に強調されたような、現在の、どなたももちろん認めざるを得ないこの技術主義一辺倒にどうも突き進んでいくようなこの社会の中でのそのあり方の中で、特にですね、この現代の知、その方向性のあり方を問いかける、疑問視できるような新しいエピステーメという言葉を使われて、つまり新たな知の枠組み、ものの見方、世界観というものを育んでほしいというふうに望まれていました。で、このような世界観というのが、これは教皇フランシスコの非常に文学者的なイメージをよく使われるんですけれど、閉じた扉の下からそっと入り込む霧のようにひそやかなものではあるけれども、でもその新たなエピステーメというのは、実は今のテクノロジー文化の奥底にも密かにあるのだということを指摘されました。で、ここで教皇が言われた新しい世界観、エピステーメと言われたのですけれど、でも実はその内容を見てみると、それはイエス・キリストの訪れ以来、ユダヤ・キリスト教の歴史と伝統の中で育まれてきた、古からの世界観であるとも言えると思います。で、それが実はこのソフィアという光明に凝縮されていると思います。そしてそのソフィアのアイデンティティは、これは動画に出ておりましたが、ヒューマニズム的、キリスト教的、国際的であると教皇は説明されました。で、このテクノロジー文化の行く末についてですね、私はもう純文系の人間なんですが、最近ちょっと発見したことがありまして、皆様はもうとっくの昔に試みておられることだと思うんですけれども、実はチャット GPT さんがしゃべるようになりまして、で、そのアドバンストボイスモードというので英会話を試みてみたのです。で、私のかなりブロークンな英語で iPhone に話しかけてみました。ですると、GPT さんは私の文法の誤りをきちんと指摘しつつ、もちろんパーフェクトな英語でお相手してくれたんですね。で、時に励ましたりとかですね、いたわったりとかっていう言葉もあったりして、で、それはまさにネイティブな家庭教師がそばにいるのと同じだなと思って、ちょっとびっくりしたんですね。で、その時、これは便利だ、英会話に進歩しそうだとか、じゃあスペイン語もやってみようかとか、ちょっとワクワクして思った反面ですね。でも同時に、ちょっと背筋が寒くなりました。というのは、私はフィリピンによく行っていて、フィリピンに友人がたくさんいるんですが、レアジョブとかご存知ですよね。で、そうすると、オンライン英会話で生活を立てている友達たちには、今に職がなくなってしまうんじゃないかという心配です。で、次にはですね、じゃあ大学でさえ教師が必要でなくなる時代っていうのは来るのではないかという思いが浮かんだからです。で、このような未来予測はいろいろされていますけれども、確かに大学というところが単なる知識の切り売りの場、または単に資格を取るためのトレーニングの場でしかなければ、今にチャット GPT とか AI にその座を奪われる時は迫ってくると思います。ただ、その時同時に脳裏に浮かんだのは、教える内容は何であれ、いや、AI が決して取って代わることのできない教育があるという思い、確信でした。私は1990年に上智大学に奉職して以来、
人間学という科目を担当してきました。で、その中で大切にしてきたのは、自分という人間を理解するためのいくつかの問いです。私はなぜ、何のために生きているのか。どうせ死ななくてはならない私はなぜ生きているのか。生きる意味とは何か。先ほどエリカさんが言ってくださったことと重なると思いますが、そしてこれらの問いに AI は答えてくれないと思い至ったのです。で、もちろんですね、聞けばそれなりにまことしやかな回答は返ってくると思います。で、その回答は何らかの示唆を与えてくれるかもしれません。でも、本当に私にとって意味ある回答は、私の内からしか生まれてこないものだと思います。それは私の内にすでにあり、それを引き出す必要があるということだと思います。ソフィアは知恵ですね。皆さん日本語でお分かりだと思うんですが、知恵と知識が違うのは、知識は得るんですけれども、知恵は出すものですね。で、この知恵は、ということは知恵は自らの内にあるものを引き出していく過程、その過程で作り上げることで生まれるものだというふうに言えると思います。で、それは別の言葉で言うと、すでにもう与えられている豊かさに気づくことであるとも言えると思います。で、これをキリスト教ヒューマニズムでは、人間は神の似姿であるという言い方で言います。で、この意味を問うには、まず考えるという能力が必要です。真理を求め、フェイクなものを疑う能力、そして技術の進歩を喜ぶだけでなく、その行き先を案じつつ、人間の真の幸福がどこにあるのかを探し続ける忍耐が必要です。で、ここで忘れてはいけないのは、教皇フランシスコは単なる神学者ではなくて、もともと理工系の人だということですね。科学畑の方です。ですから、単に理想的な話ではなく、その科学技術の持つ良さを知った上での危険性について語っておられると思います。で、上智大学が今まで大切にしてきたこのキリスト教ヒューマニズムの伝統は、まさにこのような価値観、エピステーメを大切にしてきたのだと思います。そしてその世界観、人間観は、皆様もよくご存知の他者のために、他者と共にという、アルペ神父の語った言葉に凝縮されています。で、この言葉にもちろん人間学の中で触れますけれども、私はいつも学生たちに、これを単なる道徳のお題目のようにはしないでくださいと言います。道徳とは、これはいいことなのでしてくださいという単なる外側からの要請、つまり押し付けですね。で、他者のために、他者と共にというのは、実は人間っていうのは本来そういう存在なんだという確信から出ている言葉だと思います。人が生きる意味を見出し、真の自己実現をするためには、他者のために、他者と共に生きる生き方でしか達成できないということだと思います。これを例えば生きがいについてを書いた神谷美恵子さんは、人間というのは本質的に何かのため、誰かのために生きたいという存在らしいと、人間を見つめてという本の中で語っておられます。また最近新たに脚光を浴びている有名な夜と霧の著者であるビクトール・フランクルは、それを人間は意味への意志によって貫かれている存在だと語っています。これらの本は人間学の中で私たちが取り上げ続けてきた本です。教皇フランシスコのスピーチのこの部分は私の心にこのようなことを思い起こさせました。私の場合、あと上智大学で教えさせていただけるのはあと4年ほどです。私たち教員の心に刻まれてきたのは、実はこのあれこれの知識ではなく、受けた授業はほとんど忘れておりますが、でも他者のために、他者と共に生き、教育してきてくださった恩師である教師たち、教員の方々、そして
上智のために力を尽くして生きてこられた職員の方々の生きる姿です。喜びを持って生きてこられた方々の姿から、上智大学を作り上げてこられたことを私たちは知っています。すいません。教皇フランシスコが望まれたように、上智大学がその魂というべき、そのアイデンティティを保ち、それぞれの学生たちがさまざまな出会いの中で、他者のために、他者と共に生きる道をこれから探していくことのできるアルママーテル、母校となり続けることができることを願い、心からの祈りを込めて、私の分かち合いとさせていただきたいと思います。すいません。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。ありがとうございます。この教皇のメッセージを私もこの行事の前に改めて少し動画の中で拝見しましたが、自分を見失わないために最も小さい人々を社会の中心に新たなエピスメーテ、登壇者お一人お一人のこの掴んでいるポイントを新たなこの勉強をさせていただいているなということを本当に感じます。ありがとうございます。さていよいよとかってあんまりハードルを上げない方がいいと思いますが、教皇フランシスコいらっしゃった時、一番近くに写真を見ましたらいつも近くにいらっしゃった照道先生はどういうふうなことを体験されて何を掴んだのかお伺いしてもよろしいでしょうか。すいません、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。そもそもこのメンバーのこの席に私が座っていることの厳しさというものを皆さんにぜひご理解をいただきたいですし、今の片山先生のお話の後で何かを話すという、多分、学長任期8年間で一番厳しい状況に今追い込まれているかなと。念のための確認ですけど、山内神父さんは、私の時間はなんかタイムスケジュールだと12時5分までになってますね。もう、なんですが、まだ時間はある。はい、失業と合わせて全体のプログラムは12時50分までに終わるように私が何とか采配いたします。若干期待外れのお答えでした。私はですね、先ほど理事長からもご紹介がありました、2017年に学長のお役目をいただきましたので、その年に先ほどご紹介いただいたオンラインの教皇様とのやり取りがあり、その後19年に大学をいただいたということで、別に私が自慢することではありませんけれども、非常に教皇様と近い場所にいることができた本当に幸せな、お役目をですねいただいたというふうに思っています。それから昨年の2月ですよね、理事長と一緒にバチカンに伺ってまた教皇様に謁見をすることもできました。もうちょっと自慢をすると、おそらく教皇が来学された時に私は3回握手をしていますので、多分これは日本人としては当時記録ではないかなというふうに思っています。私にとってはそうですね、先ほどのお話にあったように3ヶ月前ぐらいにお見えになることがほぼ革新的に話がされ始めた頃から本当に落ち着かないちょっと本当に高ぶった日々を過ごしました。ご準備いただいたり、あるいは当日ご対応いただいた皆様もいらっしゃいますし、私自身はその3ヶ月間で何の準備をしたわけでもないんですけれども、本当に緊張感のある時間を過ごしました。実際に当日になって、クルトルハイムでの貴重のお時間からですね、ずっとご一緒させていただいて、さっき山内神父様おっしゃいましたけども、学内にいろいろな当時のお写真があると思うんですけれども、教皇様が移動されている時にほぼ私が写ってるんですね。私は全然そんなこと意識してなかったんですけれども、とにかく写真に私が写りまくってるんです。で、後になってからこれはまずいことになっちゃったなと思ってたんですけれども、
なんかほぼ SP 状態の、そういう本当に近くにいさせていただきました。ただ非常にやはりその時に本当にもうその場でですね実感をしたんですけども、本当に周りにいらっしゃる方、あるいは学生さんであるとか丁寧な対応をされていて、かつその時間をすごく大切にされてるなっていうここにいらっしゃるということに対しての時間を教皇様ご自身がですねしっかりこうお考えになってるなっていう印象があって、もうその頃からも本当にやっぱり本当に存在感のある、でもう本当に近くにいるだけで、大きなメッセージをいただける、そういう存在をこうひしひしと感じました。で特に6号館で、同じステージで、臨席をさせていただいて、その時の、私の、今この場に立つ、時にですね当時を回想して皆様にお伝えするようにって言われたんですけども、6号館のステージの上はほぼ私あんまり何も覚えてないんですね。多分相当な緊張感だったと思うんですけれども、でとにかくただその時にもですね、この同じ空間で同じ時間を過ごしてるっていうことに対するその何かっていうことについてそれをずっとなんとなく自分でかみしめていたような気がします。これはやっぱり非常に大事なことなんだなっていうふうにその時に感じて、それ以降にいろいろなお話をする場をいただいた時に、この同じ空間同じ時間にいるっていうことについてもう一回皆さん考えましょうっていったようなことをよく自分自身のメッセージとして発するようになりました。でそのことの意味はですね、やはり私自身の経験非常に貴重な経験をさせていただいたっていうことはもちろんですけれども、この上智学院上智大学というその組織が大学としての経験でもあったわけですよね。でこれが共有化されるっていうことは、私たちがやはり一度アイデンティティを考えるという上でその経験あってこそという気も、いたしました。で特にその組織として経験することの意味っていうのは、やはり私たちがこのカトリックの大学であるという、この道の途上にいる中でですね、常に私たちは考えるべき、あるいは共有すべき、ものの考え方ではないかなというふうに、思います。先ほど来から皆様おっしゃっているようにそのメッセージの重み、ということはもう何度読み返してもですね教皇様のそのメッセージっていうものは、その重みはもちろんですけれども、なんかこう自分自身に対していろいろなこう解釈を要請しているっていうことが本当にこう伝わってくるメッセージだったなと。で私たちにこう託されたことっていうものも、もちろんありますし、特に、そのアジアの日本にある上智大学に対してこうメッセージを具体化されて、くださったということは非常に私は嬉しく、思いました。で、特にその学生たちに向けてですね、その学問と施策であるとか、着想という言葉を使われたり、もちろんアイデンティティということに触れられたりということで、学生の要請ということで、何が最善かの問いに対しての責任ということに言及をされておられますし、その教育の受け手にならないということについても学生に要請を、されておられます。でこれはメッセージの中では学生に向けたお言葉だというふうに私はその時は解釈しましたけれども、後から、思い返すとこれはやっぱり我々に対するメッセージだなというふうに、思います。私たち自身が何が最善か、そしてそれに対する責任ということについて常に考えるべきだというふうに思いますし、その教育の受け手にならないということは、これは学生だけで実現できることではなくて、やはり私たち自身がその学生が教育の受け手にならない環境づくりをですね、作ることが重要だということで、最近はよくその学生自身が学びのデザインができるようにというふうに学内でお伝えをしているのはこの教皇のメッセージからいただいた発想でございます。
で、総じて、やはりこの理念のある環境でその学ぶ、あるいは我々にとっては働く、そしてこう経験をする、そして何かをこう発揮していくということの、重要さというものを改めて教皇が来学してくださったことで、感じる機会になりましたし、私自身はですね、やはりこの上智大学という大学の存在意義について、誇りと使命感をいただいた一日になったなというふうに、思っています。で、その誇りと使命感ということが常にこう自分の中に、こう、なんて言うんでしょう、こう植え付いたっていうか、そういう状態になったということもあって、その中長期計画の中でソフィア・クオリティという言葉を使わせていただいたのは、やはりそこから来てるんですね。ですので、その後、私はと、あれから私はということで申し上げると、さまざまな大学の中での、こうお話をさせていただく機会に、教皇のメッセージがもうひしひしと私の中では染み渡っていて、それをお話ししているのかなという気がしております。以上です。ありがとうごありがとうございます。ざいました。ありがとうございます。サリー先生、少し時間が押しているんですが、お願いしてもいいでしょうか。特に、先ほど冒頭では、このいらっしゃるまでの話を主にしていただいた、裏話をしていただきましたですが、サリー先生の、ちょっとはいインパクトお願いします。ありがとうございます。この話を予定していなかったんですが、つまり最初に話したことの最後に何かメッセージをというふうに思ってましたけれども、まだ質疑応答とかあるでしょうけれども、短くします。先ほどは思い出であったり、自慢すべきことであったり、自慢していいよと。皆さんもそれを自慢していいよという、要するにこの大学の構成員である皆さんは、この出来事、5年前にあった出来事というのは、誇りに思ってほしいと思う意味で感情的に話したわけです。そしてそれはただ昔誰かここに来ていたって先ほど話があったようによくわからないけどすごい人が来たという話だけじゃなくて個人的に我々が経験したことを話したわけです。同時に今は私は理事長として、どう考えているかということだけを一言言いたいと思いますが、今話があったことは全部我々がどのように教皇フランシスコが学内に来てメッセージも伝えてくれて私たちがこの組織のアイデンティティにつながっているその、教皇の存在とメッセージをどのようにこれから生きるかということは今回のテーマだと思いますので、森永さんが話したようにまずは我々がそのルーツとアイデンティティを確認し自信を持って生きるということを、どのようにやっていけるかということをこれからもやっていかなきゃいけない。あるいはそのメッセージ、教皇様が本当に伝えたかったことは何かということを我々はもう常に考えながら、この社会において、識別していくことを通して我々は行動に移していかなきゃいけないと思います。あるいはその私としては今どのように考えているかというと私たちはもうすでにそれを意識して動いています。教皇フランシスコ記念基金を作ってその果実を通してこの社会に、その特に小さい人々あるいは環境などに対して良い取り組みに対して支援していくようなことをやっています。少しずつその法人としての意識の表し方としてあるいは、ラウダトシーという会直をどのようにこの組織として、研究を通して教育を通して人を育てることによってこの地球というものの我々の家をどのように守っていくかというこれは、地球環境問題としてだけじゃなくてそのラウダトシーの内容には環境問題の中で巻き込まれている人のことを大事にしようと言っているわけですからインテグラルデベロップメントとかインテグラルエコロジーとかというところにそこにいる人々のことを大事にしていこうということは
この会直の特徴でもありますので、私たちはそれをどのように受け継いでいくかということを考えていく必要があるかと思います。そのように、教皇の来学の経験を誇りに思うだけじゃなくて、それを実現していく、あるいはこれから生かしていくということによって、この大学の法人のアイデンティティと使命、ミッションを生かしていきたいと思っています。それを生かしていくために、この企画もそのような意味で、我々がその自分の組織の、所属している組織のアイデンティティを確認し、私たちはみんなでそれを意識して確信して持っていくということが必要だから、このような企画もしているわけです。で、私が教皇の会直を全部ほぼ読んでいます。で、私は大事にしている3つ4つの会直をこの生きる中で生かしていきたいと思いますが、一つは福音の喜びという会直。これは一人一人の人間の姿勢を示して、人間をその共同体としてもどのように私たちはその喜びを持って福音を伝えていく、福音の喜びということですから、それをどのように伝えていくか、あるいは生きるかということを大事にしています。もう一つはラウダートシーというその会直の実現。これは特徴のある会直としてカトリック教会のものだけじゃなくて、今世界的な価値のある会直として、考えられているので、私たちはさまざまな形でこの大学のあるいは法人の企画プログラムに組み入れています。研究としてもそうだし、国際的な研究ネットワーク、共同研究とか含めて進めようとして、行っている最中です。最近、この1週間前に出した心について、愛についての会直が出ています。日本語訳はまだできていませんが、昨日の夜までにそれを読み終わりました。これはですね、読んだらそんなに特徴があるように思えないかもしれないけども、この社会において私たちは大切にすべき価値観としての心を大事にしろと。単なる先ほどの話があったように、単なる知的関心に応えていくだけじゃなくて、心を大事にして、心のインテリジェンス、知恵、知識を大事にしていこうということがそのメッセージになっていると私は読み込んでいます。そういう意味で私たちは非常に教皇フランシスコのメッセージとその姿勢、教皇フランシスコの私が最初に話したことは、ルーツとアイデンティティを大事にしているということの表し方を言いたかったわけです。要するに自分がイエス会で学んだこと、あるいはそのイエス会で成長したことは忘れていないんです、今も。だけど、だといってイエス会だけを大事にしているかというそうじゃなくて、イエス会を大事にしながら、仲間を今でも大事にしながら、教え子にまだ会いに行こうという温かみを持ちながら、他宗教の人々と対話していくという、そういう姿勢を我々も大事にしていかなきゃいけないんじゃないかと思います。ありがとうございました。教皇様も教育の受け手だけになってはいけないというふうに言われているんですが、残り本当10分ほどしかないんですが、多分すべての質問とかを受けることができないと思うんですが、どなたか会場からこの特に登壇者の皆さんに質問ありますでしょうか。どなたかさくらさん、ちょっと手が上がってますので、マイクの方お願いしてよろしいでしょうか。お願いいたします。ありがとうございました。照光学長に素晴らしいお話ありがとうございました。質問があるんですけれども、過去8年間学長として、カトリック大学の学長として、さまざまなカトリックの指導者の立場の方々、世界中の方々と交流されてきたと思います。その中で素晴らしい経験や難しかった経験もあると思うんですけれども、本学はそのカトリックの大学として、多様性を重視する中で、カトリックの信徒ではない教職員がいます。そして学生もいます。そのような方々がですね、実際にこの教皇様のメッセージを受け止めて、どのようにカトリックの大学として今後前に進むべきだとお考えでしょうか。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、どうもありがとうございます。私、ご承知の方も多いと思います。私自身もカトリックではありませんので、
あくまでも自分なりですけども、いろいろな解釈、勉強をずっと続けてきました。私自身もですね、構想理事長や、佐久間理事長、それからサリ理事長にいつもご指導もいただいていますし、アイダル先生にもですね、もう本当に何度も何度も、いろいろなご助言、ご指導をいただいてきました。そういった中で、ただ上智大学の、学長としては、世界のカトリック大学連盟であったり、世界のイエズス会大学連盟であったり、そういった中での学長会議とかですね、カンファレンスがあって、またこれ世界の、各大学の学長さんたちも、神父様であったり、もちろん信徒さんであってということで、ある意味私としては厳しい中に自分自身あったなという気はするんですけども、ただ皆様にぜひお伝えしたいことはですね、先ほどお名前を挙げた方たちだけではもちろんありませんけども、いろいろな方々と学内で指導というか助言をいただく中でですね、これはこういうふうに解釈ができるんだよといったようなお話も伺いながら、だからこうしなければいけませんというお話を伺ったことが一度もないんですね。この副学長を仰せつかってから、理事補佐を務めさせていただき、学長8年間、もう14年間に、そういうお話を一度もいただいたことがないんです。それはそれでまた私は頭を悩ませました。要はその解釈ということに対して、自分自身の解釈をそこから生んでいくということを、私は当初はですね、どうすればいいでしょう的な感覚でいたんですね。これはカトリックではどういうふうに考えればいいんですか、だから私はどうすればいいんでしょうかといったような、本当に今から考えると、安易な発想でしたけれども、その後そうではないと、これ自身を私自身も考えて、その解釈の中には、今の私の知る範囲と、皆様からいただく助言と、そういったものの中からの自分自身がやはりそのカトリックの教育機関ということに対して責任を持つということについて、もうそれはもう全うしていくしかないなと、覚悟を決めてやってきました。で、そういうそれがという意味ではありませんけれども、学生さんにしても教職員の方々にしてもですね、先ほどもちょっと触れたんですけれども、その理念ある環境に我々がいるということに対して、まず、そこの理解と自分に対する解釈というものが、を存在させるべきだというふうには思います。もちろん学内には多宗教の方もいらっしゃいますし、一方でさっき理事長もおっしゃったように、そういう考え方の違い、といったような中での交流というものは求められるキャンパスにいるわけですから、そういう中でのその理念ある環境で、いろんなことを考える。特に我々はこのキリスト教ヒューマニズムというものを通じて世界を見る、さっき片山先生も世界観のお話をされましたけども、そういうことができる環境にいるということに本当に誇りを持って、自分自身がこのキャンパスで、これは学生だけでなく我々もという意味ですけども、このキャンパスで何を経験すべきなのか、何を考えるべきなのか、そして何を行動に移して発揮していくべきなのかということを考えていけば、それぞれがですね、いいのかなというふうに思います。すみません、ちょっとまとまりのないお話で申し訳ありません。いえ、本当にありがとうございます。ちょっと勉強になりました。ありがとうございます。どうでしょう。あともう本当限られた時間でございます。あと一つか二つご質問をいただいて、あちらでお手が上がっていますので、お願いしてもよろしいでしょうか。本日は貴重なお話をご登壇者の皆様お話しいただいてありがとうございます。アイダル神父様にぜひ伺いたいと思います。当時先生が新学生の時に教皇フランシスコが学生をまとめる責任者であったというお話を伺いました。当時、ベルゴリオ委員長だったかと思うんですけれどもに怒られたりまたは褒められたりそういった思い出深いエピソードがありましたらぜひ伺いたいと思います。
また今2024年、いらっしゃってから5年経って、教皇フランシスコは現在の上智大学に対して何かこう注意される点であったり、褒められる点であったり、そういったところがあるでしょうか。先生のお考えで伺えればと思います。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。叱られたとか褒められた、覚えがないんで、どっちでも注意されたことがあります。で、私はイスカイに書いて、勉強が好きですし、もともと。で、イスカイに書いても、天国みたいなところだったんですけども、自分が好きなもの、ばかりだったんです。いくらでも勉強するための時間があったりとか、唯一注意されたのは、そればっかりやらないようにとか、そのバランスを崩さないように。でバランスというのは、なんか体崩すじゃなくて、もっと大事なことで、私にとって教皇フランシスコの、最も何か魅力的なところは、ある意味で全てを大事にする。この世を大事にして、教皇フランシスコ勉強は好きですし、祈るときは一生懸命祈るし、人を助けるときには具体的に非常に助けるとか、で今もそうですけども、メディアも大事にするし、この世は生きているんですけども、価値観はある意味でこの世に即してない。で、それはとても好きで魅力的ですけれども、で、思い出といえば、難しいですけども、この、ある意味で何も捨てない人、例えばうちの進学院には、大きな、アルゼンチンだから土地はいくらでもあって、動物もあったり、牛とか羊とか、で、そのような、例えばですね、仕事をやっていて、受付にどうかの大使館の大使が来て話さないといけないとか、その仕事を辞めて、大使と話すとか、あるいはとても小さい人とでも喋れるし、偉い人とでも喋れるし、で、本当に思うのは、さっきのその上智大学のまたあれ、私の考え方は教皇の考え方になるので、危ないので、ただ私思うのは、教皇フランシスコはある程度まで私たちが育てたい学生のモデルでもあります。すなわち、この世を大事にして、しかし価値観は価値観で譲らないことです。で、誰かがですね、言っていた、教皇について言っていたことは、この、彼の友達、ユダヤ人の友達ですけども、この人言っていたのは、教皇は足がちゃんとこのように置いてあるんですけども、心は天にあると。で、スペイン語にすれば多分もう少しきれいな言葉になるんですけども、私たちは育てたい学生はそれじゃないかなと思います。この世を大事にして勉強すべて、さっきは技術といった別に技術は悪いんじゃないんですけれども、ただその理想というか、多分この世界が忘れているところ、それは教皇はものすごくはっきりしていて、それを私たちは、育てないといけない学生、教皇が使っていた一つの面白い表現は、私たちは頭、心、手、すべては同じ言語を喋らないといけないと言っていたんですけども、そのような学生育てればいいなと思います。頭、心、手、その中国、すべて同じ言語で、その言語は他者のため、そういうことじゃないかと思います。すいません、答えになっているかどうか。だから叱られたことはないんです。それは本当です。ありがとうございました。おそらくまだ質問とか今思いついた方とかもいると思うんですが、もう時間が迫ってきております。オンラインの方も Q&A でひょっとすると質問が来てるかもしれないんですが、多分ちょっと全部に答える時間がありません。本当に申し訳ございません。質問したかった方とかいらっしゃると思うんですけれども、ここで一旦終わりにしたいと思います。先ほどアイダル先生は怒られたことがないということですが、実は私は教皇に怒られたんですね。
私、当時、イエズス会の高齢になられた神父さんやブラザーのお世話をしていて、彼らに会いたいと強く言われたんですが、ちょっと移動が困難ですって簡単に断ったら怒られてですね、全員連れてこいとかなり厳しいメールをいただいたというふうに伺っていますが、それでいろんな人に頭下げて、この皆さんを全員お連れして教皇様に会った時に手伝っていただいていたカトリックの信者でもないお医者さんが最後に一言こう言われたんですね。私が感謝を申し上げましたら、いえ、こちらこそ感謝したいと思います。私の医者としての人生が神に祝福されたように感じますと言われました。言葉が非常に印象的でした。多分直接会われた方、直接会われてない方、いろいろあると思いますけれども、とにかくこの学校は特別だと思います。教皇から、そして教皇の手を通して神から皆さんの仕事一つ一つに祝福が与えられているなと思います。このことを改めて思い起こし、喜びのうちに歩んでいきたいと思います。メッセージ、教皇のメッセージはこのリー・シンプさんが編集されましたイエス会の今日的ミッションと教育というこの冊子の中にもございますので、この連休の間ちょっとこの静かな時間の中で読み返したりされてですね、ご自身の何かこれからの活動のヒントに使っていただいてもいいかもしれません。それでは本当に本日は登壇者の先生方、森永さんもそして皆さん本当にありがとうございました。最後にもう一度大きな拍手をお願いいたします。それではですね、皆様、会場にいらっしゃる皆様、またオンラインの皆様、アンケートのご協力の方も、こちらに QR コードが出てきます。アンケートのご協力の方、よろしくお願いいたします。そしてそれが終わりましたら、業務用エレベーターを使ってですね、ちょっと混み合い、17階で今2つのイベントやっておりますので、混み合いますので、業務用エレベーターを使って、5階、食堂の半分の方でですね、懇親会が1時10分から始まりますので、ぜひそちらの方にも来ていただきまして、この時間内でできなかった質問とか、そういったこと、感想とかをみんなで分かち合えればいいなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。